てくる者はいないけれど、追いかける獲物もいない。プールが暮らす君の僕はウィン、波になりたい。ジャンプを飛んだのがウィン・クーパーさん、ウェイです。それでは他のメンバーも順番に紹介していきます。はい、最初にステージを滑っていたのがニコ、僕は7度です。動きがとってもゆっくり、アナコンダのみんなとしまもり。さあ、水しぶきを上げてもらうための時計です。ミレティとハそしてもう一プレイヤー、中井グリーンがまだね、今後ろのプールにいるので、また出てきたら紹介します。ルイとコンビを組むのが伊藤と僕の田辺です。それじゃあみんなでまずは動き合わせてやってみよう。いきます。3、2、1。水族館ではずっと魚を使ってきました。ただ、このプールで暮らす彼らも魚以外の楽しいことをもっと増やしたいと思って3年くらい前からね、いろんなことを取り組んできました。今ではショールの中でも少しずつ魚を使わなくてイルカたちとね、遊ぶ時間っていうのを持てるようになってきています。これがね、本当に難しいです。もしショーの中で、その今やろうとしてるかな、左側の方、長本2個が浅瀬で魚つまらないで全然プライムしてたりします。すごい簡単そうに見えるんですが、本当に難しい。詳しいことはまた後でお話しします。もしね、小中に遊んでいる方がいたら、今また紹介していきます。まずはイルカたちのことをもっと詳しく知ってもらいたいので、じゃあ伊藤さんと原田さん、それぞれ紹介お願いします。はい、まずは僕です。ウィングカーマン、ルイです。ルイは隣にいるミレニのお母さんイルカです。ルイはネモ水に入って31年目になります。ルイ、ウィングカーマン、ルイを覚えてください。ピンクリップミレティです。さあ、口先ピンク、さっき皆さんよく見えました？口先ピンクだけじゃなくて、さっき言ったみたいに水しぶきを上げたところに降りることが僕は大好きです。ピンクリップミレティです。江戸時代のイルカたちのね、それぞれ見分けになっているのがついています。ぜひショーの中で気になった子、まずは1頭見分けてみてください。でさっきね、羽田がちらっとミレニの声言ってましたが、僕たちイルカたちと接する中ですごい細かいところまで見て、彼らのね、気持ちを想像していながら普段からね、遊んでいたりします。どんな風にイルカたちのことを見てるのか、長い人にはちょっと一緒に見てください。今日はちょっと僕不安です。さっき後ろのプールにいたんですけど、横のプールのイルカとずっとお話ししてます。これがね、なかなかこっち側を見てくれません。こっち見てよ。持って
大丈夫です。よかったらいろいろ仕事近くまで見に来てみてください。